こんにちは。代々木公園店のクリントです。今日はいつもブログで紹介しているバイクチェックを動画共有サイトのフリッカーを使って説明していきたいと思います。まず1台目ですね。1台目はサーリーのストラグラーのフレームになります。この自転車はオーナーさんは男性の方で結構高身長の方だったんですけど、ファーストバイクで乗りたいっていうことで、グラベルちょっと荒れた道とかにもちょっとご興味がある方で、結構アクティブに使いたいけど、通勤でも毎日乗りたいっていうことだったので、ご要望をお話しして、ストラグラーが一番いいんじゃないかなということでストラグラーを選ばせていただきました。これフレームのカラーなんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですけど、マッハシルバーっていう一応ペイントの名前がついてまして、金属超塗装っていうんですけど、こんな感じで、シルバーですよね。でこれ普通のシルバーとは違って結構深みのあるシルバーなんですけど、メタリックシルバー、普通のメタリックシルバーとか、メタリックとかは、下地があって、その上に塗料もう一層塗って、で上からクリアっていう透明のクリアをかけてるんですけど、この塗装はちょっと一味違って、まずブラックで全体フレームの全体を塗装して、その上からマッハシルバーっていうシルバーを薄く何層も重ねてってるんですよね。なんで、構造上はすごく何層も重なってるので、やっぱり深みのあるシルバーになるっていう感じですかね。でこのお客さんは割とフレームのカラーめちゃくちゃ悩まれてて、なんとかご来店いただいてご相談させていただいてたんですけど、お話ししていく中でやっぱりちょっとメタリックっぽい色が好きとか、あとはずっと長く乗れるフレームだし長く使っていきたいんで、落ち着いた色がいいとか、結構そのキーワードを何個かいただいてて、でその中でたまたまお店の天井にフレームがたくさんつってあるんですけど、そのフレームにマッハシルバーのサーリーが1本かかってて、これ何の色ですかみたいな感じになって、カラーチャートには載ってないんですけど、そう似合いそうだなと思って気に入っていただいて、で選んでもらいましたね。めちゃくちゃいい色です。ハンドルはシムワークスのファン3バーっていうハンドルで、ストラグラーって結構グラベルバイクなんで、どんなハンドルでもすごくしっかり調子よく乗れるんですけど、ドロップハンドルか、あとはこういうフラットハンドルかで結構分かれるんですよね。ドロップハンドルっていう選択肢もあったんですけど、お客様はファーストバイクってことでちょっとドロップハンドルは少し怖いかなっていうのが少しあったので、そしたらフラットバーで山も走れて、街中でも乗りやすいようなハンドル選びましょうってことで、一応ファン3バー選ばせていただきました。結構これ見るとすごく面白い形をしてて、何回か曲がってるんですけど、上に曲がってたり内側に入ってたり、結構面白い形してるんですけど、結構乗りやすくて、癖なく使ってもらえるハンドルなのですごくいいと思います。サドルはブルックスの、バネ付きのフライヤーっていうモデルですね。この辺も、お客様とお話ししていく中で、ちょっとクッション性の高いものやっぱり選びたいってことだったので、ブルックスの中でもちょっとバネ付きのクッション性のあるサドルを選んでもらってます。ここですね。ここちょっと僕のこだわりポイントなんですけど、ボトルケージのボルト、ここサーリー純正のやつはシルバーの六角レンチで締めるやつ、シンプルなやつがついてるんですけど、車体がマッハシルバーで結構かっこいいフレームカラーなんで、もうがっつりかっこよくしてやろうってことで、真鍮のボルトをアドリブでお客さんに伝えずに一応入れさせてもらってます。すごく車体のシルバーとボルトのゴールドでいいバランスなんじゃないかなと思います。でタイヤはこれもグラベルタイヤなんですけど、テラベイルのキャノンボールっていうタイヤですね。このタイヤは、たくさんサイズと幅を選べてすごく豊富なので、いろんな方に使っていただきやすいんですけど、ストラグラー56サイズなんで、54サイズから一応 700C なんで、 700C のこれ 35C っていうタイヤですね。でもうちょっとストラグラーだとクリアランス広いので、もっと太いタイヤ全然入っちゃうんですけど、街中で乗りたい、街中で、通勤で毎日使うってことだったんで、そんなに太すぎずちょっとスピーディーに走っていただけるように、一応 35C っていうタイヤを、太さのタイヤを選ばせてもらってます。ただそのまま山に全然行けちゃうように、グラベルタイヤ、テラベイルのキャノンボールっていうタイヤ使ってますね。ここも一応真鍮のボルト入ってますね。でドライブトレインは、1× フロントシングルで 1× リアが10足のシマノのデオレっていうコンポーネントを使わせてもらってて、この辺もやっぱりちょっとグラベルの道を走る想定で一応組ませてもらってます。デオレ10枚なんで、軽いところもしっかりとあるので、山の中入っても
全然対応できる枚数だと思うので、これでガンガン山も攻めれて、街中でも気持ちよく走っていただけるようなアッセンブルですね。このデオレのディレイラーのこのでかいメカメカしい感じが個人的には好きなんで、結構よく使います。結構お客様と話してて、結構そのスポーツとかも割とされる方で、自転車を普段の足としても使いたいし、結構趣味バイクとしてガンガン休みの日は走りたいってことで、輪行もちょっとご興味があって、自転車電車に積んでいろんなとこ行きたいとおっしゃってたんで、今回はラック等はつけずに、ラックつけると、輪行とかも少しラック外したりとかしづらくなっちゃうので、ラックとかはつけずにシンプルなアッセンブルで、ただ普段使いでスタンドだけはつけたいってことだったんで、必要最低限のスタンドはつけてあげて、で輪行もしやすいようなアッセンブルにしてますね。納車してからも何度かご来店いただいてるんですけど、車輪の外し方とかお教えしながら結構関心を持って自転車楽しんでくれてるみたいなんで、僕としてはすごく嬉しいですね。こんな感じで1台目は以上になります。はい、じゃあ2台目はニュートリノ、ベロオレンジのニュートリノですね。この車体はすごい小柄な女性の方に組ませていただいたんですけど、 S サイズを選んでもらって、ちょっと L もまたがってもらったんですけど、やっぱり L だと少し大きすぎちゃう大きさだったので、S サイズを選んでいただきました。でこのお客様は、ファーストバイクとして自転車をお探しで、お話ししていく中で、街乗り、メインで通勤で使いたいとか、あとはゆったりめのポジションで乗りたいとか、そんなに長距離は乗らないよとか、そういうご要望がいくつかキーワードとしてあったので、小径車でも気持ちよく乗ってもらえるかなと思って、一応小径車をご提案させてもらってます。サドルはフランスのジルベルソーという革サドルメーカーのサドルなんですけど、この辺もさっきのぴったり乗りたいっていうご要望を聞いて、サドル結構硬いやつとかスポーティーなやつとかもあるんですけど、やっぱ革サドルが一番最終的にはお尻に馴染んで痛みとかも起きにくいので、最初から革サドル選んでもらって気持ちよく乗っていただけるようにアッセンブルしてます。ハンドルですね。ハンドルはニトのロスコバーっていうハンドルなんですけど、このハンドルは僕らブルーラグが日東さんに別注させてもらって作ったハンドルですね。なんでこのハンドル選んだかっていうと、ゆったり乗れるっていうバックスイープの効いてるプロムナードハンドルっていうのと、あとは幅が結構幅広いやつと狭いやつで2種類あるんですよね。広いやつは結構広いんですけど、ニュートリノ S サイズで結構小さいので、あんまり広い幅のハンドル使っちゃうとちょっと頭でっかちになっちゃうというか、乗り味も乗りづらくなってきちゃうので、狭い幅のある 480mm の幅なんですけど、狭い方のロスコバー使わせてもらってますね。で車体がちっちゃいので全長が狭いんですよね。なので乗った時にちょっとコックピットがこのハンドルだと狭くなっちゃって、このハンドル切った時に膝に当たっちゃったりとか、ちょっと乗りづらかったんですよね。なのでハンドルのグリップのところ、ここですね、ここも3センチぐらい、3センチ弱ぐらい一応切ってます。なので、切ってあるので、乗った時にそんなにハンドルのエンドの部分が邪魔にならずに、曲がった時も素直に曲がってもらえるので、乗りやすいんじゃないかなっていう感じですかね。でちょっと個人的にこだわったのはこのスペーサーの部分。このスペーサーの部分はちょっとこだわりました。ちょっと真鍮のゴールドを入れさせてもらって、組み合わせもバランスよく見えるように。ニュートリノって結構コラムが長く、ここからここまですごく長いのでスペーサー入れるのちょっと難しいんですけど、この辺はちょっとバランス見ながらすごくかっこよくなるように組ませていただいてますね。これがハンドルですね。今回ドライブトレインがシマノのクラリス、フロントがシングルで後ろが8速のクラリス使わせてもらってるんですけど、この8速のドライブトレイン引けるように、この変速機はリベンデルの S2 サムシフターっていう変速機使わせてもらってて、普通のクロスバイクとかで使われる大きいカチカチの変速機使っても良かったんですけど、ちょっとやっぱりハンドルのエンドをカットしてるのでここまでちょっと狭いんですよね。なのでちょっと大きめのやつつけちゃうと存在感がすごく出ちゃうので、ちっちゃいサムシフターで変速してもらうように一応してます。レバーに関しても車体も小さくてオーナーさんも小柄な方なので、握りやすい方がいいかなと思って、ちょっと小ぶりなダイヤコンペのウィンブレーキっていうブレーキを使ってます。でここですね、ここがニュートリノの
面白いところですね。これ何のタイヤかっていうと、これ BMX のシャドウっていうブランドのタイヤなんですけど、ニュートリノって20インチなんですよ。20インチなんで BMX のタイヤがもうほぼほぼ入ります。でクリアランスもすごくしっかりあるので、これは 2.4 でメーカー推奨が多分 2.3、20インチ 2.3 までしか入りませんよっていう一応メーカー推奨があるんですけど、一応 2.4 入ったので、もうこれこのまま使わせてもらいました。結構太いですね。でオーナーさん女性の方で白いタイヤがちょっといいっていうご希望があって、意外と白いタイヤって20インチでなくて結構かっこよくて白くてニュートリノに似合うっていうのを結構探したんですけど、これが一番かっこよかったです。サイドがパンサイドになっててちょっと赤っぽい赤土っぽい色なんですけど、それとちょっとアイボリーのタイヤのカラーがめちゃくちゃかっこいいですよね。試乗もしたんですけど結構転がりも良くて走りやすかったですね。ペダルはパンダペダルっていうペダルを使ってて、三ヶ島のラムダペダルっていうペダルがあるんですけど、それのこのシルバーとブラックのコンビネーションのやつ、ちょっとパンダカラーなんですけど、この縦幅がすごく広いので、どんな靴でもどんな方が使ってもすごく踏み込みやすいので、日常使いにはすごくぴったりのペダルです。でこのオーナーさんが結構いろんな靴で、仕事の通勤でも使うし、普段お休みの日も自転車乗りたいっていうことだったんで、多分いろんな靴履くかなと思って、スニーカーだったり、どんな種類の靴でも対応できるようにこの乗りやすいパンダペダル選んでもらってます。で結構ペダルによってはスパイクって言ってここにとんがりみたいなのがついてて、すごい足に噛んでくれるみたいなペダルもたくさんあるんですけど、それだとちょっと靴が傷んじゃう可能性があったので、このフラットペダル選ばせてもらって、どんな状況でも気持ちよく乗っていただけるようなペダルを選んでますですね。さっき言ってたドライブトレインはシマノのクラリス 1×8 速です。で街中だったら8速で十分かなと思うので、あんまり多すぎてもちょっと混乱しちゃうので、この辺は必要最低限というか、街中で気持ちよく走れるような枚数で組んでますね。全体像はこんな感じです。めちゃくちゃかっこよく組み上がりました。僕もニュートリノ実は乗ってて、僕 L サイズ乗ってるんですけど、マウンテンドロップで組んだので結構乗り味が攻めた感じになるんですけど、やっぱこういうママチャリっぽいバックスイープ効いてるハンドルで組むのはすごい乗りやすくて、僕もハンドル変えたくなりましたね。じゃあこんな感じでニュートリノ紹介でした。